こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらになります。ちっちゃい箱で届きました。早速開けていきます。任天堂のスイッチになりますね。ブルースクリーンですね。青くなっています。スイッチはまだ修理したことがほとんどないんですけれども、分解は1回やったことがあります。それではばらしてみたいなというふうに思います。こちら分解した様子です。ここにメモリチップがあるんですけれども、こちらのハンダクラックが発生するとブルースクリーンになる傾向性があるということなので、こちらを押さえて電源が入るかやってみます。押しながらいきます。きたー。押したらですね、電源入りましたね。これ入りましたよね。押したら電源入りました。ということで、やはりメモリのクラックが原因ですね。離してみます。またブルースクリーンになりましたね。ということで、先ほどの部分を押さえれば電源が入りますので、やはりメモリチップのハンダクラックな感じですね。なので今日はそちらをですね、直していきたいなというふうに思います。それでは基板だけにしていきますね。こちらにバッテリーがあるのでバッテリーを切っていきます。バッテリーを切りました。それではこちらの基板を外していきたいので、どんどん外していきますね。ブルースクリーンのスイッチ、ヒートガンで修理していきたいと思います。基板を固定しました。PTC ヒーターを下に引きます。電源を入れます。無線状フラックスを塗っていきます。メモリチップは SK ハイニックスなんですね。フラックスが溶けるまで待ちます。それではヒートガンで炙っていきます。プルプルしましたので冷ましていきます。それではですね、組んでいきたいと思います。本体の方結構歪んでるんですけれども、こちらですね、交換用のケース買ってあるんですけれども、まだ届かないので、とりあえず仮組みしたいと思います。電池の充電マークが出ているので、しばらく充電してみようと思います。充電が終わりましたので、電源を入れていきます。電源オン。任天堂の表示が出ました。来ました。画面出ました。中古でリモコンを購入したので付けたいと思います。画面出ています。音も出てます。やりました。玉をですね、このスイッチを買った理由は、このゲームをやりたくて買いました。ポケットモンスターシャイニングパール。これですね、ソフトを買ってみたんですよ。これできるか試したいと思います。ゲームができました。ということで、修理成功です。今回の修理に使用したものはこちらです。ヒートガンにチップを固定する器具、プレヒートプレートに無線状フラックス、Y ネジを取り外す工具とピンセット。以上になります。玉尾はですね、なるべく低い温度で短時間で作業したかったので、プレヒートプレートを使いましたが、ヒートガンのみでも長時間温めれば作業が成功するかもしれません。ブルースクリーンの修理方法には、リフロー機を使ったり、オーブンで焼いたり、リボール修理をしたり、パターンを修理したり、いろいろな修理方法があります。今回、玉尾が修理した方法は、パソコン修理で
グラフィックボードやメモリを修理してきた経験から、フラックスを塗って、ヒートガンで温めて、プルプルさせて修理しました。パソコン修理の経験を活かせたので良かったのではないかなというふうに思っています。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。